戦闘範囲を特化した機体ガンダムエアマスター&ガンダムレオパルド、 GW9800 ガンダムエアマスターおよび GT9600 ガンダムレオパルドは機動新世紀ガンダム X にて登場した機体です。それぞれウィッツ2とロアビーロイの愛機として活躍しました。劇中中盤の戦闘で大破しますが、それぞれ GW9800B ガンダムエアマスターバーストと GT9600D ガンダムレオパルドデストロイへと回収され、最後まで戦い抜きました。今回はそんなエアマスターとレオパルドについて解説させていただきます。機動新世紀ガンダム X の世界では、地球から見て月の裏側 L3 に位置するスペースコロニークラウド9の独立運動に端を発する地球連邦軍との戦い第7次宇宙戦争が勃発しました。この時宇宙革命軍は戦争の長期化を不利と悟ったのか、地球へ甚大な被害を与えるコロニー落とし作戦を盾に地球連邦軍へ降伏を迫ります。しかし連邦軍は降伏勧告を受け入れず、以前から開発していたニュータイプ専用モビルスーツを用いて徹底抗戦の構えを取ることを決定。こうしてガンダム X とともに戦場へ投入されたのがガンダムエアマスターとガンダムレオパルドでした。誰にも指一本たりとも触れさせねえぞ。ガンダムエアマスターは変形機構であるトランスシステムを搭載したことで、高速飛行形態であるファイターモードへの変形が可能な機体です。なお型式番号の W はトランスシステム搭載機であることを示しています。本機最大の特徴はトランスシステムの搭載によって獲得した高度な機動性と立体機動能力です。第7次宇宙戦争当時は単独飛行ができる機体が少なく、中でもエアマスターの速度と航続距離は群を抜いていたため、大気圏内において圧倒的な優位性を誇っていました。劇中ではレオパルドを牽引する様子が描かれているので、相当推力が高いと思われます。また宇宙でもその加速性や運動性能は遺憾なく発揮され、友軍部隊に先立って行動するモビルスーツとして運用されたようです。そのためパイロットには特に空間認識能力や対 G 性能に長けたニュータイプが選ばれたとされています。その一方で機動性向上のために徹底的な軽量化が図られたことで、装甲は他のガンダムタイプに比べて薄く、兵装の搭載が制限されたため火力が抑えられる結果となりました。そのためもともと本機に用意されていた武装はたった3種類となっています。まず2機のバスターライフルです。バスターライフルはエアマスター専用に製造されたビームライフルであり、ルナチタニウム合金を使用することで他機種のライフルと比べて重量を半分程度に抑えることに成功しました。本兵装はファイター形態でも使用可能で、変形時は両腕の専用ラッチに機種抜きに装着して運用します。頭部にはヘッドバルカンが搭載されています。またウィングにはファイター形態機に機種側の兵装として利用できるノーズバルカンが装備されています。こちらの方がヘッドバルカンよりも火力が高く、モビルスーツ形態時にも対空兵装として利用できるようです。なおガンダムタイプにしては珍しく、ビームサーベルはおろか近接用兵装を持っていません。またフリーデンで運用された際にオプション兵装としてショルダーミサイルが追加されました。本兵装は旧連邦軍の兵器廠で発見されたミサイルに改良を加えたもので、内蔵された無数の小型弾頭が着弾寸前に炸裂する構造となっています。なお本機は装甲が薄いといってもガンダム X のような機体と比べると見劣りするだけで、ビーム兵器の被弾に耐えられるだけの堅牢さはあるようです。そのため近接戦でも蹴り合おうだといった格闘戦も一応行えるようになっています。おやおや、フリーデンからご指名か。続いてガンダムレオパルドです。本機は汎用性を捨てた火力の強化をコンセプトに、無数のビーム兵器と実弾兵装を装備した重火力格納型モビルスーツとなっています。なお型式番号の T は重装甲タイプであることを意味するようです。本機の火力は通常兵器運用型のモビルスーツとしては最大級のものとされており、ルナチタニウム合金による対弾性能も相まってまさしく動く要塞のようなモビルスーツとして完成しています。本機最大の強みである多種多様な兵装を用いた多目標同時攻撃には、敵部隊の展開状態の把握や未来予知の予測が必須となるため、ニュータイプ能力のあるパイロットでこそ進化を発揮できる機体とされています。なお重武装を実現するために頑強な基本フレームと装甲を備えている都合上、
本機は他のガンダムに比べ重量が1トン以上増加しています。また格納武装が多いことから機体内部の駆動系や動力系のスペースが圧縮されており、そのためか旧連邦が開発したガンダムタイプ3機の中で唯一飛行能力を有していません。それでもガンダムの名にふさわしい高出力を実現し、脚部の裏側にローラーを搭載したことで高速地上走行にも対応しているなど、他のモビルスーツに劣らない機動性を獲得しています。武装としてはまずバックパック左側に強化されたインナーアームガトリングを持ちます。使用時に左腕と合体する大型のビームガトリングガンで、サイズは大きいものの腕と一体化して使用することで迅速に目標を捕捉可能な兵装です。ビーム弾は重装甲を容易に貫通できる威力を誇り、この武装だけで通常のモビルスーツの装火力を超えるとされています。次に右肩に装備されたショルダーミサイルです。中型ミサイルが内部に8発、カバー裏面に3発と合計11発が搭載されています。胸部には実弾式ガトリング砲のブレストガトリングを内蔵。近接戦や遠距離戦、様々な状況で利用できる兵装となっています。他には右腕に大口径2門、小口径4門の計6門の方向からなるグレネードランチャー。脚部には赤外線誘導方式のホーネットミサイルを2機搭載。そして格闘専用の武器としてビームナイフが右脚部側面に装備されていました。また頭部には補助火器としてヘッドバルカンとヘッドキャノンがそれぞれ2門搭載されており、排熱用と思われる巨大なダクトも備えられています。またフォートセバーンにおける戦いではオプション兵装として4機のミサイルを内蔵したセパレートミサイルポッドを装備していました。なお本機は内蔵式や外部固定式の兵装が多いため多用途性に欠けるようにも思われますが、類を見ないほど武装を搭載したことで逆に対応可能な状況が豊富な機体として完成されているようです。フリーデンで運用された際には運用地形に合わせた特殊装備も用意されており、水中用推進機の S1 ユニットと左腕にマイクロ魚雷発射装置を装備した S1 装備仕様などが登場しました。また豪雪地帯では接地圧を低下させるスノーダッシャーを脚部に装備しています。このように重装備の機体でありながらも装備を換装することで様々な環境で運用可能だったことから意外と汎用性の高い機体とも言えます。第7次宇宙戦争では G ビットを運用可能なフラッシュシステムを持つことからガンダム X とともにエアマスター専用の GW ビットやレオパルド専用の GT ビットを運用して戦いを繰り広げます。激戦の末に多くの機体が失われましたが、残存した少数の機体は戦後の時代に入ってから民間へと流出。フリーのモビルスーツ乗りや対戦が残した兵器の残骸を漁って金に換えるバルチャーたちによって運用されていきました。エアマスターはとあるバルチャーのリーダーの形見としてウィッツが登場。レオパルドはロアビーが異中の相手との賭けに勝ったことで譲り受けることになります。そして同時期に2人はフリーデンと契約。後にガンダム X も戦力に加わったことで旧連邦が開発したガンダムタイプが集結しました。途中ウィッツとロアビーが一時離脱したこともありましたが、フリーデンの主力モビルスーツとしてガンダム X と共に戦い続けます。しかしエアマスターはエスカルド共和国におけるモビルアーマーガディールとの戦闘で中破。レオパルドはエスカルドからの脱出の際に立ちはだかった超重量型試作モビルスーツガブルとの戦いでそれぞれ中破。こうしてキッド・サルサミルの手により大規模な改修を受けることになりました。こうして完成したのがガンダムエアマスターバーストとレオパルドデストロイです。両機ともカラーリングが赤から青、緑から赤に変更され、以前とイメージが全く異なる機体になっています。性能に関してはもともと有していた長所を伸ばしつつ弱点を補強する近代化改修が施されました。どうだい、こいつが生まれ変わった新しいエアマスターだぜ。まずエアマスターバーストです。エアマスターの飛行能力はアフターウォーの時代でも脅威でしたが、連邦体制の復活を目論む政府再建委員会によって軍事面の再整備が行われ、ガディールのような高性能な飛行用の機体が開発されたため、以前のような優位性は失われつつありました。そこでエスカルド共和国のリー・ジャクソン将軍からの物資や人材の提供とキッドの手腕もあって、
機動力と火力を両立させた機体として改修されました。機動面に関しては、まず各部スラスターの強化と大型ブースターを装備した新型バックパックを採用し、加速性能と航続距離を大幅に向上させました。これにより、同じく改修を受け大重量化したレオパルドデストロイを背中に乗せた状態でも飛行が可能となっています。火力面では、エスカルド共和国が提供した物資の中から強力なビーム兵器を厳選して搭載しています。まずノーズビームキャノンです。ノーズバルカンに代わるファイター形態時の主兵装で、車線上の敵機を複数撃破できるほどの威力を誇ります。翼のブースターにはブースタービームキャノンを4門装備することで大幅に火力が向上しました。なお追加された武装はファイター形態での使用を想定したものが多いため、モビルスーツ形態では改修前から装備しているバスターライフルを主に使用していました。いや大変結構。これなら思いっきり暴れられる。続いてレオパルトデストロイです。本機も重火力に重装甲という基本コンセプトはそのままに、さらなる大火力化と機動性能の向上が図られています。火器類に関してはかなりの仕様変更が行われていて、各部の武装をセパレート化することで車格が拡大し、整備性も改善しました。新兵装としては、まずバックパックにツインビームシリンダーが搭載されました。左右で異なる兵装が用意されていて、右腕用には4砲新ガトリング砲、左腕用には多数のビーム砲が搭載されています。インナーアームガトリングに比べて小型化されたので、取り回しの良さが格段に向上しており、さらに片側だけでも改修前と同等レベルの威力を誇っているようです。左肩には11連ミサイルポッドを搭載しています。改修前は右剣部に搭載されていたミサイルポッドを左肩の先端部に外装式として移植した兵装となっています。これにより右肩の駆動部が改良されたので、右剣部には新たにビームキャノンが搭載されました。また両肩上部には小型のショルダーランチャーが装備されています。さらに改修前にオプション兵装として利用していたセパレートミサイルポッドも装備可能ですが、劇中では使用されませんでした。他にも腕部には台形1門、小径4門で構成されたリストビーム砲を搭載。頭部のヘッドバルカンとヘッドキャノンは廃止され、代わりに小型のビーム砲が搭載されました。なお劇中では未使用ですが、100分の1のガンプラでは近接兵装としてヒートアックスも追加されています。このようにほとんどの武装が一新されているので、以前から変わらず採用されているのは胸部のブレストガトリングと逆部のビームナイフ程度となっています。以前よりも武装が増えたことで重量が増加していますが、引き続き装備されたローラーダッシュ機構に加えてバックパックの推進機が強化されたので、飛行中のモビルスーツに追随するほどの陸戦機動力を獲得しました。劇中ではエアマスターバーストはエスタルド戦、レオパルドデストロイはニュータイプ艦における戦闘でデビューを飾ります。エアマスターバーストは改修前は捨て身の攻撃で撃墜するのがやっとだったガディールを空戦能力で圧倒する活躍を見せており、アシュタロンとも互角の戦いを繰り広げました。レオパルドデストロイは WX やエアマスターバーストに比べて遅かったため出番は少なかったものの、新地球連邦の量産機であるバリエントなどを圧倒し、フリーデンに敵を寄せ付けない活躍を見せつけました。終盤に宇宙へ上がった後もエアマスターはその機動性を生かして敵機を翻弄し、レオパルドは地上以上に大火力を生かして戦場に弾薬の嵐を降らせています。最終的に両機とも残存したまま終戦を迎えますが、その後機体がどうなったかは明かされていません。ガロードの登場していたガンダム X がカリスのいる新政府によって改修を受けているため、もしかするとエアマスターとレオパルドも新政府の下にあるのかもしれません。こうして最後まで活躍したエアマスターとレオパルドですが、それぞれ劇中には登場しなかった改造プランが存在します。まずはエアマスターの改造プランの一つ、ソードマスターです。エアマスターの白兵戦士用で両腕に電磁サーベルを装備して格闘能力を向上させたものの、代わりに長距離攻撃能力が低下している機体です。次にガンマスターです。メガビームキャノンを備えた重武装形態で原型機の火力の低さを克服していますが、その反面強みである機動力を失っている形態となります。そしてアクアマスターです。潜水艦型のサポートブースターを装備した水中戦形態で
ビーム砲に加えて12門の魚雷発射管を装備するなど水中戦能力を徹底的に向上させています。しかし活動範囲が水中に限定されるなどデメリットも抱えていました。次にレオパルドの改造プランです。まずレオパルドアイアン。レオパルドの堅牢な装甲を生かした格闘戦仕様でツングースハンマーを主兵装とし、背部にはプラズマジェネレーターを装備した高出力機となっています。そしてレオタンク。レオパルドの下半身をタンク形態にした仕様です。武装はビームガトリング、プラズマキャノン、ショルダーミサイルと機動力を捨てて砲台としての性能をより高めた形態とされています。また水陸両用仕様としてレオダイバーも存在します。シーバルチャーとの戦闘データをもとに水中と陸上で戦闘力を発揮できるようカスタマイズが施されています。他にもガンダムタイプ共通のバリエーション機としてフラッシュシステムで運用するために各機体のコンセプトに合わせて開発された無人のビットモビルスーツが存在しています。それがエアマスター用の GW ビットとレオパルド用の GT ビットです。 GW ビットは頭部以外ほとんどエアマスターと同型の機体でトランスシステムによる変形機構はもちろん2丁のバスターライフルも装備しています。まだ飛行可能なモビルスーツが少なかった当時には最大13機もの可変モビルスーツが編隊を組んで高速戦闘を行ってくるのは脅威だったのではないでしょうか。 GT ビットに関しては他のビットモビルスーツと比べてかなりオリジナルの機体と差異があるようにも見えます。バックパックにインナーアームガトリングが装備されている点は共通していますが、頭部のヘッドバルカンとヘッドキャノン、右肩アーマーのミサイルや前腕部のグレネードランチャーは搭載されていません。そのためレオパルドに比べて武装が少なく、オリジナルに限りなく寄せた GX ビットや GW ビットに比べるとガトリングでの援護射撃特化機体のように見えます。対戦時にはこれらのビットモビルスーツと組み合わせて攻撃を行う様子が描かれていました。ただしカードゲームガンダム王では右腕に各種装備を持った GT ビットの姿が描かれています。また両機ともガンダム用の支援機である G ファルコンとのドッキングが可能です。 G ファルコンはもともと対戦中に開発された機体なので従来機とドッキングできるはずですが、 G ファルコンが後半で登場したからか改修後の機体とドッキングしていました。エアマスターバーストは飛行形態の状態で G ファルコンと合体することで第7次宇宙戦争時の宇宙艦艇に匹敵する機動性を発揮可能とされています。またレオパルドデストロイは G ファルコンと合体することで高い飛行能力を獲得し WX 以上の火力を発揮することが可能になるとされています。他には漫画機動新世紀ガンダム X アンダーザムーンライトではアニメ本編の9年後の世界においてガンダム X だけではなくエアマスターとレオパルドも登場します。本作でこの2機の武装は原型機と変わっておらず、時系列から考えるとウィッツとロアビーの乗っていた機体とは別物と思われますが、レオパルドは水中用装備で、さらに左脚部にミサイルランチャーを装備しているので、ロアビーの機体が改修前のデザインに戻され売りに出されたと考えることもできそうです。余談ですが、レオパルドのインナーアームガトリングは射角があまり広くなかったのか、レオパルドデストロイに改修された際に前腕部に装着する形に変更されました。アニメでは自由に攻撃を行っていますが、発売されているガンプラでは射角を広げることができず、腕を広げたかっこいいポージングを取らせることが難しいと痛感した方も多いのではないでしょうか。そんなレオパルドですが、ビルドファイターズトライではレオパルドダヴィンチが登場しました。本機はレオパルドをスリムにしたデザインですが、ガトリング砲はマニピュレータで保持する形式に変更されており、腕を格納する方式ではなくなりました。レオパルドは未だ最新の HG フォーマットでも発売されていませんが、その理由の一つにガトリングとアクションポーズの両立の難しさもあるのかもしれません。出来の悪いメロドラマじゃないんだから。本当に冗談きついな。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。